にちは、ぬくぬく影編み手芸部です。今日はネット編みのミニバッグを編んでいこうと思います。夏に向けてね、サマーバッグなどをね編みたくなる季節だと思うんですけれども、いきなり大きいのを作ると大変なので、まずはちっちゃいので練習がてら作ってみました。材料なんですが、お好みの糸で、練習してみてください。今回はダイソーさんのバルキーコットンヤーン、極太というのを使っています。かぎ針、7号から8号とありまして、私はめちゃめちゃ編み癖が緩い人なので7号 4mm で編んでいきます。でめっちゃ硬い糸なので、手首とか肩とか首とかすごく大変なので、休憩をね取りながら編んでみてください。でこちらのミニバッグが編めたらね、これを目を増やしていけばショッピングバッグとかにも使えると思います。これはニンニク入れたりしようかなと思ったりしています。大まかな流れは、最初に8目で始めて増やし目をして32目の円編みにします。で1段だけ同じ32目で編んで、次からネット編みを編んでいます。今回のネット編みは鎖編みをね5つ編むタイプのネット編みにしようかと思います。5つ編んで、ここの目のところが 1,2,3 個飛ばすっていうタイプですね。下の目のところが、4の倍数であれば、これで編めます。ネット編みを編み終えたら細編みを編んでいって、ここの持ち手のところを作っています。じゃあ編んでいきます。今回最初の作り目は鎖編みからスタートしていくので、普通の作り目をしていきます。針を後ろから当てて反時計回りに回したら、重なっているところを持って糸を引き抜いていきます。よいしょ。そしたら、鎖編みをまず2個編みます。1個目、これが、輪のところですね。中心のところになります。で、立ち上がりの鎖編みを1編みます。ここから細編みを8個編んでいきます。この一番最初の鎖編みのところに針を入れて細編みを編みます。よ。細編みは糸を引いてくる作業が2回になります。この1個目のところの鎖編みに針を入れたら糸を引き出してきて、でかかっている糸を一気に引き抜きます。これで細編み2個目で、一番最初の細編みが分かりにくいので印をつけとこうかな。よいしょ。で次3個目、また同じところによいしょ針を入れて糸を引き出してきたら、一気に糸を引き抜きます。次4つ目、また同じところに針を入れてよっ。で5つ目、針を入れたらよいしょと。で次6つ目、この中心に針を入れて糸を引き出してきます。で一気に糸を引き抜きます。で7つ目、針を中心に入れたら糸を引き出してきて、で一気に糸を引き抜きます。で8つ目いきます。よいしょ。これで1,2,3,4,5,6,7,8個編めてますね。じゃあこの一番最初の、細編みの頭に針を入れて引き抜き編みをして段を閉じます。よいしょ。ここですね。ここのところに針を入れて一気によいしょと。これで1段目が編めました。細編みがよくわからないなという方は、細編みでエコたわしをゆっくり編んでいる動画があるので、こちらをご覧ください。そして輪編みがよくわからないなという方は、
これもゆっくり編んでいる動画があるので、チェックしてみてください。じゃあ次2段目いきます。1段目8目だったんですけど、2段目は16目に増やし目をするので、1つの目に2つずつ細編みを編んでいきます。じゃあ2段目開始。どの段も、鎖編みが必要です。立ち上がりの鎖編み1。そしてこちらの、鎖編みの根元のところの目に針を入れて、一番最初の細編みを編みます。ここですね。ここのところによいしょ、針を入れて、よっこいしょと。こんな感じで針を入れたら糸を引き出してきて、で細編みを編みます。で同じ目のところに針を入れて増やし目します。よいしょ、もう一個細編みを編みます。そしたら次隣の目、ここですね。ここに、次3番目と4番目の細編みを編みます。3で同じところに4で5番目6番目ですね。5、よいしょ、同じ目に6で7、8、7で同じ目に8で隣の目に15で同じ目に16。いいよ。これで16個編めました。そしたら、ここの目のところは引き抜き編みでできた目なので編まないです。ここに細編みの足がちょんちょんと出てますね。これ1個目の細編みなので、ここの頭のところに針を入れて、よいしょ。いいよ。で引き抜き編みをします。おー、よいしょ。2段目が編めました。あ、なんかちょっとすごいブサイクになってるけどちょっとね1段目ちょっとブサイクになってますね。8個目の細編みがめっちゃ大きくなってる。皆さん気をつけて編んでみてください。よいしょ。じゃあいきます。次3段目、立ち上がりの鎖編み1、そして、こちらの鎖編みの根元の目に細編みを1個だけ編みます。1、よいしょ。で2番目と3番目を隣の目に編みます。隣の目に2で同じところに3、よいしょ。で4番目を隣の目に編みます。よいしょ。で5番目と6番目をよいしょ、隣の目に編みます。6番目同じ目に編みます。よっこらしょと。で次、8番目、あれ8番目でいいんだっけ。めっちゃ自信なくなってきた123456、次7番目、7番目を隣の目に編みます。で8番目と9番目を同じ目に編みます。8で、9なので1212を繰り返して、ぐるっと、8セット編むと24目になります。22で23、24を同じ目に編みます。よいしょ。でここに細編みの足がちょんちょんと出ているので、ここの頭のところに針を入れて引き抜き編みをして、よいしょ。3段目終了。いきます。4段目、立ち上がりの鎖編み1で、今度は、112ですね。3番目のところで増やし目をします。
繰り返しになるんですが、鎖編みの根元のこちらの目に針を入れます。ここですね。ここにまず1個目の1個目の細編みを編みます。で次2番目隣の目によっこいしょ編みます。で次3番目のところで3、4を編みます。よで同じ目に4番目を編みます。よっこいしょ。で次隣の目に5で隣の目に6で7、8ですね。7で同じ目に8よで9隣の目に10で11、12を同じ目に編みます。11で同じ目に12で次29、30で最後31、32を同じ目に編みます。31で32と。で次ここに細編みの足が出ているので、ここの頭のところに針を入れて、一番最初の細編みの頭ですねに針を入れて引き抜き編みをします。これで4段編めました。5段目は32目同じ目を編むんですけれども、奥の半目のみすくって編みます。まあお好みでなんですけれども、じゃあいきます。5段目立ち上がりの鎖編み1、奥の半目のみすくいたいのでこちらに針を入れます。めっちゃ分かりにくいな。この鎖編みの根元の奥の半目のみに針を入れるんですが、まあ、分かりにくかったら全然もうここに入れちゃってもいいです。こちらの奥のみよいしょ針を入れて細編みで、ここの奥の半目のみに針を入れて細編みを編んでいきます。これは1目につき1個ずつ細編みを編んでいきます。32目一周ぐるっと編めたので段を閉じていきたいと思います。ここが引き抜き編みでできた目で、ここが立ち上がりの鎖編みで、ここですね、一番最初の細編みのところに針を入れて引き抜き編みをします。でこれで5段目が編めました。じゃあ次6段目からこのネット編みになります。鎖編み5つ編むんですけれども、細編みでそれをつないでいます。じゃあ6段目開始いきます。立ち上がりの鎖編み1、そしてまた根元の目のところに針を入れて、よいしょ、細編みを編みます。で鎖編みを1、2、3、4、5、5個編みます。そしたら目を1、2、3個飛ばして4番目の目のところに針を入れて細編みを編みます。鎖編みを1、2、3、4、5で目を1、2、3個飛ばして4番目のところに針を入れてよっこいしょ細編みを編みます。これを繰り返していきます。1、2、3、4、5で目を1、2、3個飛ばして4番目のところに針を入れます。よいしょ。で細編み、鎖編みを1、2、3、4、5目
目を123個飛ばして4番目で、ここに細編み、鎖編みを12345で、目を123個飛ばして4番目で、ここに細編み12345、123個飛ばして4番目のところに針を入れて細編みを編みます。いいよ。12345で、123個飛ばして4番目のところに針を入れます。1234567、7セットね、鎖編みと細編みを繰り返してきたんですけれども、最後のみちょっと違う閉じ方になります。編み方になります。まず最初に鎖編みを1、2個編みます。で、ここで長編みを編みます。糸を引っ掛けて、で、ここの一番最初の細編みのこの頭のところに針を入れて、よ、あら、なんかちょっと変なとこ作っちゃった。よいしょ。で、糸を鎖編み2個分引き出してきます。で、かかっているうちの左の2本のみ引き抜きます。で、最後の2本を引き抜きます。これで、段を閉じれました。最後だけ鎖編みに、で、長編みということになります。じゃあ次、7段目開始します。立ち上がりの鎖編み1。で、ここの長編みごとこうすくって、細編みを編みます。で、まあ、ここ、細編みを編まずに、もう、鎖編み5を編む方法もあると思うんですけれども、まあ、その辺はお好みで、どちらでも大丈夫です。じゃあ、いきます。鎖編みを1、2、3、4、5。5個編めたら、ここの隣の鎖編みのスペースのところにぐいっと針を入れて、細編みを編みます。よいしょ。ちょっと緩みやすいので、編みにくいんですよね、ちょっとね。よいしょ。で、また、1、2、3、4、5。で、この隣のこの鎖編みのスペースのところに針を入れて、手前に糸を引いてきます。で、一気に糸を引き抜いて細編みを編みます。で、これで1、2、3、4、5、6、7、7セット編めました。次、7段目閉じていくんですけれども、最後は鎖編みを1、2個編みます。で、長編み。8セット目だけ違うんですね。この、一番最初のこの鎖編みじゃないやん。一番最初のこの、細編みの頭のところに、よいしょ、針を入れて、長編みを編みます。これで、7段目が編めました。8段目もね、同じことを繰り返して編んでいきます。立ち上がりの鎖編み1。で、ここのスペースのところに針を入れて、よいしょ。細編みを編みます。で、ちょっと分かりやすいように印つけとこうかな。で、鎖編み1、2、3、4、5。で、隣のこの鎖編みのスペースのところに細編みを編みます。鎖編みを1、2、3、4、5。で、また細編みを編みます。1、2、3、
3、4、5で、この鎖編みのスペースのところに針を入れて細編みを編みます。1セット目最後のとこなので、鎖編みをまず1、2個編みます。で、ここの一番最初のこの印のついてるとこですね。ここに長編みを編みます。糸を引っ掛けたら、一番最初の細編みの頭に針を入れて長編みを編みます。これで8段目が編めました。じゃあ最後9段目。9段目でネット編みをちょっと終了しようかなと思います。いきます。9段目開始、立ち上がりの鎖編み1で細編みを編みます。よいしょ。で、印をつけて、で、鎖編みを1、2、3、4、5で、細編みを編みます。1、2、3、4、5細編みを編みます。で、これをぐるっと繰り返して、8セット目の時に鎖編みに長編み1で、段を閉じます。で、7セット編めたので、次8セット最後ですね。最後は鎖編みを1、2糸を引っ掛けて、この印のついてる一番最初の細編みの頭に針を入れて長編みを編みます。よいしょ。糸を引っ掛けて、ここの細編みの頭のところに針を入れたら長編みを編みます。あれ、糸がよいしょ。あ、大丈夫ですね。これで9段目が終了しました。じゃあ10段目。10段目は、今度は細編みと鎖編み3を繰り返していきます。じゃあいきます。10段目、立ち上がりの鎖編み1で細編みを編みます。よいしょ。印つけとこうかな、一応。よいしょ。で、今度は鎖編みを1、2、3個にします。ここで1、2、3個飛ばしているので、それと同じ数、1、2、3個鎖編みを編みました。で、隣の目に細編みを編みます。で、鎖編み1、2、3で細編み。1、2、3で細編み。1、2、3で細編み。で、最後のところはここの印をつけている一番最初の細編みの頭に針を入れて段を閉じます。よいしょ。ここのところに針を入れて引き抜き編みをします。よっ、あら。これで10段目が編めました。次11段目細編みを編んでいきます。いきます。立ち上がりの鎖編み1で、こちら根元の目のところに針を入れて細編みを1で、次ここの鎖編みのスペースのところに細編みを3つ編んでいきます。1で、ここ2、同じところに3で、今度隣のここの鎖編みのところに針を入れて、鎖編みじゃないや、細編みだ。細編みのところに針を入れて細編みを1個編みます。で、ここの、鎖編みのところに3つ細編みを編んでいきます。2、
3で、ここの細編みのところは1個だけ細編みを編みます。でこれを繰り返して、全部で32目編んでいきます。で3、30、31、32でぐるっと1周32目編めたので、一番最初の細編みの頭のところに針を入れて引き抜き編みをします。これで11段目が編めました。次12段目ですね。ここのところを編みます。ここも、32目ですね。12段目開始、立ち上がりの鎖編み1で、こちら根元の目のところに針を入れて細編み1で、1目につき1個ずつ細編みを編んでいきます。32目編めたので段を閉じていきます。最後引き抜き編みで段を閉じます。だんだん形になってきました。これで12段目が編めました。ここの持ち手のところをね作ります。ここで6個細編み編みます。でここも12345個6個、飛ばします。立ち上がりの鎖編み1で、まず最初細編みを5個繰り返します。1、2、3、4、5で5個編んだら鎖編みを1、2、3、4、5、6個編みます。でこの編むところも6個飛ばします。1、2、3、4、5、6か6個飛ばして、7個目のところに針を入れて細編みを編みます。で細編み1、ここからまた5個編みます。1、2、3、4、5こんな感じですね。565ですね。じゃあ、反対の面もいきます。ここから細編みを5個編みます。1、2、3、4、5そしたら細編みを鎖編みだね。1、2、3、4、5、6で細編みも6個飛ばします。なので1、2、3、4、5、6個飛ばして7個目のところに針を入れて細編みを編みます。で細編み1個目、2、3、4、5そしたら一番最初の細編みのところにたどり着くと思うので、ここで段を閉じます。引き抜き編みですね。よいしょと。こんな感じで埋めております。そしたらもう一段、細編みを編んで終了しようと思います。14段目開始、立ち上がりの鎖編み1で根元の目のところに針を入れて細編みよいしょ1目につき細編みを、1個編んでいって、まず5つですね細編みを編みます。そしたらこの前の段の鎖編みのところに来ると思うんですが、
ここで細編みを8個編みます。ちょっとね、鎖編みより多めに編みます。よいしょ、いきます。ここのスペースのところに、よいしょ、1、2、3、4、5、6、7で、ちょっとだけ端に寄せて、で8、8個編めたら次細編みのところに戻ってくるので、ここから細編みを1目につき1個編みます。今細編み2個目、3、4、5、6、7、8、9、10、10個編めたらこの鎖編みのところに来ると思うので、ここを細編みを8個編みます。よいしょ。細編み1、2、3、4、5、6、7で、ちょっと端に寄せて8、そしたらここの細編みのところにたどり着くと思うので、ここからまた細編み編んでいきます。1、よいしょ、糸が絡まってる。で細編みに3、4、5で、これで、一番最初の細編みのところに来たと思うので、段を閉じて終了します。で、念のために鎖編みを1個だけ編んで、で糸をカットします。で、これを裏に返して、よいしょ。で、裏のところに、よいしょ、数目通してカットします。後ろの子も多少は編みくるんであるんですけど、もうちょい針を通してで、表に返して、じゃーん、出来上がりました。糸がね、こんだけ余っているので、頑張ればもう一段編めたかな。その辺はお好みで追加してみてください。わー、でこれすっごい本当に硬い糸なのですごい疲れました。ちょっと後で湿布貼っとこうかなっていうぐらい疲れたので、皆さんお気をつけください。ミニバッグね、編むのすごく楽しいので、ぜひぜひトライしてみてください。このね、糸硬いのがちょっと苦手っていう方は毛糸でね練習するのもいいかなと思います。ぬくぬくかぎ編み手芸部では、ミニバッグをねもう1個アフガン編みで編んでいたりするので、そちらもねよかったらチェックしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。いつも見てくれてありがとうございます。